もしあなたのパートナーが人知れず殺人を繰り返しているとしたら、1998年12月、中国北京市朝陽区、ルイジュオ結婚おめでとう。きらびやかな衣装に身を包み、祝福の言葉を投げかけられているその男性はファ・ルイジュオ。隣では彼の妻となった女性が幸せそうに微笑んでいました。この日結婚式を迎えたルイジュオは建設会社に勤める優しく勤勉な青年。彼は親族や同僚からも好かれており、その場に居合わせた誰もが心からの祝福を送っていました。二人で力を合わせて頑張ってこうね、そう笑いかけたルイジオの姿に妻は何の曇りもない結婚生活が待っていると信じてやみませんでした。しかしこのルイジオという男、本当は絶対に結婚してはいけない人物だったんです。深夜、人里離れたトウモロコシ畑まで車を走らせたルイジオはそこに何かを投げ捨てました。彼が何食わぬ顔で投げ捨てたそれは鉄の棒で串刺しにされた女性の遺体だったんです。好青年の仮面の裏で女性を殺害し串刺しにしていた男はなぜあまりに凄惨なソロ犯行を繰り返したのか。消えることのない憎悪の元凶は彼を陰で裏切り続けた元恋人の存在だったんです。おそすけんちゃんです。みやみこです。最近ね、人生で初めて立ち食い寿司に行ってきたんですよ。家の近くに立ち食い寿司があって、ちょっとおしゃれな立ち食い寿司。駅にある蕎麦屋みたいな感じではないってことね。ずっと行きたかったんだけど、行きづらいなと思って。でもね、最近寿司に取り憑かれてて。寿司に取り憑かれてんの。一人で行きやすいかな、行きにくいかなと思って行ったら、俺以外全員カップルだった。立ち食い寿司にカップルで行くっての珍しいわね。普通一人で行きそうなもんだけど、そんなおしゃれなとこなの？ちょっと洗練されてる感じではある。はい。立ち食いな分安いとこあんの？安めなんだけど、全然高い。なんでかって思ったら、俺めっちゃ食ってた。20種類ぐらい食ったんだよ。寿司ってさ、無限に食えるよ。だんだんとね、食べたくなってきた。食べたくなってきた。じゃあこの後行きましょう。ちょっとダイエットしてるから。でも行きたいな。なんなのよ。今回は中国北京で起きた連続殺人事件についてご紹介します。わずか3年で十数人の命が奪われたという非常に恐ろしい事件なんですが、狙われたのは売春をしている女性ばかりだったんです。3年で十数人？売春婦ってもう密室で2人きりになる仕事柄トラブルになりやすい部分はどうしてもあるわよね。それもそうなんですが、犯人が売春婦を狙ったのは単に狙いやすいからというだけではなかったんです。その殺害方法には彼女たちに対する憎しみが滲み出ていたんです。ある日、都会に出稼ぎに来た妹の様子を見に来た兄。すると妹の部屋では世にもおぞましい光景が広がっていたんです。ベッドの下に2001年6月24日、中国北京市朝陽区。おい、シャオエンいるんだろ。夕方5時頃、あるアパートの一室へ一人の中年男性が訪れました。彼の言うシャオエンとは、そのアパートで暮らしている妹のこと。そのアパートにはもともとこの男性が住んでいたのですが、今はシャオエンに貸し出している状態。この日、男性はアパートの掃除をするため2ヶ月ぶりにその部屋を訪ねたんです。しかし、シャオエンいないのか。おかしいな。いくら呼びかけても返事をしないシャオエン。男性は何の気なしにその部屋のドアを開けますが、なんだこの匂いは。ドアを開くと同時にその場に広がったのはとてつもない腐敗臭。その中には血の匂いが混ざっており、男性は嫌な予感を募らせます。そこから男性は鼻を押さえながら恐る恐る部屋の奥へ。するとその部屋は物が散乱し、到底人が住んでいるとは思えないほどに荒れ果てていたんです。男性は鼻をつく悪臭から逃れたい一心でベッド脇の窓へ近づきました。その時見てしまったんです。ベッドの下からはみ出した腐敗した人間の足を。乾いた血だまりの中に横たわるその遺体は紛れもなく妹シャオエンのものでした。シングルマザーで9歳の息子を養うために北京まで出稼ぎに来ていたシャオエン。彼女は少しでも早くお金を稼いで息子の元へ戻るためストリートガールをしていましたが、もう二度と息子に会えない姿になってしまったんです。息子さんもね、お母さんの帰り待ってただろうに、出稼ぎ先でこんなことになっちゃうだなんてさ、ストリートガールっていうのは売春婦ってことなの？そうなんです。中国ではこのストリートガールの数が非常に多いんです。一体なぜなのか。というわけで本日のメトラキーワード、中国のストリートガールについて。ストリートガールとは街頭で客引きを行う売春婦のことで、日本では立ちんぼとも呼ばれます。中国において売春は違法ですが、2012年時点で国内の売春婦は推定約2000万人。法の目をかいくぐってストリートガールをしている女性が非常に多いんです。中国にそれほど売春婦が多い理由は一人っ子政策の影響。一人っ子政策下では多くの人が跡取りが欲しいという理由で男児を望み、男女比のバランスが大きく崩れました。統計的に見
見れば相手が見つからず一生独身を強いられる男性は約3000万人に上るとも。そのため性欲を発散する目的で売春婦を利用する男性が多く、中国では売春が一大ビジネスに。また中国は農村部と都市部で貧富の差が激しいこともあり、出稼ぎの女性の間では貧しい思いをするくらいなら体を売るという風潮も当たり前だと言います。シャオウェンの兄の通報でアパートへ駆けつけた警察は彼女の遺体を前に険しい表情を浮かべました。この女性はストリートガールをしてたって言ってたよな。だとすればまた例の連続殺人犯の仕業か。同僚と確認し合うようにしてそう話していた警察。それはこの3年間で北京市内では売春婦を狙った殺人事件が12件も発生していたためでした。こんな短期間で12人も殺されてるわけでしょ。そりゃもう同一犯が疑われるわよね。そしてね、彼女たちは職業だけではなく殺害された方法も非常によく似ていたんです。狂気の犯行。北京各地で起きていた殺人事件の発端は1998年9月21日、北京市朝陽区のトウモロコシ畑で白骨化した遺体が発見されたことでした。遺体は若い女性のもので、死因は絞殺。所持品などから見て被害者は売春をしていた女性と推測されました。そしてこの事件を皮切りに近隣で手口がよく似た殺人事件が頻発するようになったんです。賃貸アパート、井戸の中、ゴミ捨て場など遺体発見場所は様々でしたが、共通しているのはどの事件でもすぐには見つからない場所に遺棄されていること。そのため最初の事件のように白骨化した状態で発見されることも珍しくないんです。また遺体にはもう一つ目立った共通点が、犯人はほとんどのケースで被害者を絞殺または撲殺しており、さらに亡くなった後も残虐にいたぶっていたんです。その犯行内容は担当した警察官が思い出すのもはばかれるほどのもの。被害者のうち複数人は性器に鉄の棒を串刺しにされた状態で発見されていました。中には胸のあたりまで深く貫かれた遺体も。殺害されたのはいずれも北京市で働いていた売春婦で、犯人はなぜか彼女たちの性器を執拗に攻撃していたんです。まるで簡単に体を売るなとでも言うかのように。何よそのやり方も。人間ができることなの？鉄の棒で口出し？売春婦に対してものすごい恨みでもないとできないんじゃない？こんなこと。ほんとその通りなんです。犯人は売春婦自体に強い恨みを持っていたんです。そしてその正体は一見誠実そうに見える男で、犯罪とは無縁に思われていたんです。一連の殺人事件の被害者は発見時に日数が経過している場合が多く、ほとんどのケースで犯人特定につながる手がかりは見つかっていませんでした。一方で兄のアパートで殺害されていた女性シャオウェンの事件については有力な情報が一つ残っていたんです。この番号は建設会社のものみたいだな。警察が調査していたのはシャオウェンの携帯の通話履歴に残っていたある番号について、彼女が最後に通話していた相手は北京市内の建設会社が所有している携帯で電話をかけていたことが分かったんです。そして警察が建設会社で聞き込みを行うと、次のような証言をする従業員が、シフトを引き継ぐときいつも車に女物の香水の匂いが染みついててさ、もしかして売春婦を連れ込んでるんじゃないかと思ってたんだ。そう証言したのはセメントのタンクローリーを運転しているドライバー。彼が怪しいと名指しした人物はファ・ルイジオという男でした。しかし同僚はルイジオを不審に思いながらもどこか半信半疑な様子。それもそのはず、ルイジオは妻と2歳の子供を養うために働く真面目な男で、勤務態度も至って良好に見えていたんです。一方で警察が取り調べを行うと、ルイジオは北京で発生した12件の殺人事件について一切否認することなく、全て自分の犯行だと認めました。さらに実際は全員で14人の売春婦を殺害したと自白。同僚からの印象も含め、警察は目の前の端正な顔立ちのその男がなぜこれほど凶悪な犯行に及んだのか見当もつかずにいたんです。結婚して子供までいる人が裏で売春婦を殺しまくってたって怖すぎるわよ。職場でも真面目な人だったんでしょ。なんでそんな人がさ、売春婦を恨むっていうことになっちゃうわけ？そこなんですよ。ルイジョーは一見すると善人にしか見えないんです。そんな彼が売春婦に殺意を覚えてしまったのは、どうしても忘れられなかったある一人の女性がきっかけなんです。裏切りと暴走。事件から8年前の1993年、ルイジョーは故郷の黒竜江省から北京へやってきました。父さんも長年世話になった会社だからな。親孝行のつもりでしっかり頑張るんだぞ。ルイジョーに言い聞かせるようにしてそう言った彼の父。父親は長年北京の建設会社でタンクローリーのドライバーをしていましたが、この年に定年退職。当時20歳のルイジョーはそんな父の縁もあり、入れ替わりでその会社に勤めることになったんです。以来父と同じくセメントのタンクローリーのドライバーとして働き始めたルイジョー。勤勉だったルイジョーは会社にもすぐに馴染み、同僚の多くが彼を好意的に見ていました。そうやって真面目に仕事に励む日々の中、ある時ルイジョーはチュウエンという女性と恋に落ちます。こんなに可愛い彼女ができるなんて俺は幸せ者だ。
中園はルイジオにとって初めてできた恋人、とびきりの美人だったこともあり、ルイジオは彼女に夢中。その後2人は何度か別れているのですが、ルイジオはその度に復縁を迫りました。彼は貯金も全て使い果たすほどに中園に貢いでおり、いつか結婚して一緒になれる日を夢見ていたんです。夢中になりすぎたのが良くなかったんじゃないの？貯金使い果たしてるわけでしょ、やりすぎよ。ほんとそうなんですよ。夢中になりすぎた分、この後の出来事に対する衝撃っていうのも大きかったんです。それはルイジオと中園が交際し始めて半年が経った頃のこと。その日仕事中だったルイジオは夜の街で何気なく車を止めました。そして車を降りたルイジオの前に現れたのはホテルの前で抱き合う男女。次の瞬間、彼の表情は凍りついてしまいます。そう、見知らぬ男と抱き合っていたその女性は恋人の中園だったんです。誰だよそいつ。考える間もなく中園に駆け寄ったルイジオ。彼が必死で問い詰めると、中園はルイジオに内緒で売春をしていたことを認めました。その後ルイジオは売春をやめるように中園を説得しますが、彼女は首を横に振ったんです。私にはお金が必要なの。仕事のことまで指図されたくないわ。そう言い残しルイジオの元を去っていく中園。いつものルイジオなら彼女を追いかけて引き止めるところですが、この時ばかりはそんな気持ちも湧いてきませんでした。俺は今まで彼女に必死で尽くしてきたのに、その間ずっと他の男と寝てたってのかよ。くそ。ずっと中園との結婚を夢見てきたルイジオは絶望し、彼女への憎悪を抑えきれなくなっていきました。そして1998年7月のある日、深夜1時を迎えた頃、北京の市街地に車を止めていたルイジオは、その中で若い女性と体を交えていた。会社から借りているタンクローリーには、後部座席のスペースに仮眠用のベッドが置かれている。ルイジオは、その仮眠スペースに街頭で客引きをしていた売春婦を招き入れ、行為に及んでいたのだ。二人のやりとりは、売春婦と客としては、何の変哲もないものに思えた。しかし、クソが、こいつらみたいに、誰かで構わず体を売る女がいるからダメなんだ。行為に及ぶ最中にも、ルイジオは目の前の女性に対し腹渡が煮えたぎるような感覚を覚えていた。中園と別れてから4年、街で客引きをする売春婦を見かけるたびに、ルイジオは彼女とのことを思い出し、憎しみを膨れ上がらせていた。いつしか客引きをしている売春婦の顔が全員中園に見えてしまうほどに。初めてそんな憎しみの対象を車内へ招き入れた彼は、もはや歯止めが効かない状態となっていた。そしてそれはルイジオとの行為を終え、女性が車を降りようとしたその時、何？ルイジオはいきなり女性に掴みかかると、思い切りその首を締め上げた。女性が息をしなくなったのを見ると、運転席へ移動し、車を発進させるルイジオ。彼は街から離れたトウモロコシ畑まで走ると、高く伸びたその苗が並び立つ中に遺体を投げ捨てました。こうしてルイジオは初めて殺人に手を染めてしまったのですが、心は晴れやかでした。誰にでも体を売る女の方が悪いんだ。4年間、元恋人の中園のことが頭を離れずにいたルイジオは、彼女への雪辱を晴らす方法をようやく見つけた感覚でいたんです。そして1度目の殺人を決行した数ヶ月後、彼はお見合いで知り合った女性と結婚しました。周囲から見たルイジオはこの時ようやく幸せをつかんだように見えました。しかしここから彼は子供を作り、順調に結婚生活を送っているように振る舞うその裏で、夜の街で売春婦を誘い出しては殺人を繰り返していたんです。こうして売春婦を狙った殺人に完全に取り憑かれてしまったルイジオ。彼は考察用のロープやワイヤー、撲殺のためのハンマーなども用意し始め、次第に犯行の残虐性を強めていきました。この男はさ、普段奥さんとか子供にどんな気持ちで接することができてたのよ。奥さんも3年もこんな男と知らずに暮らしてたなんて、後々知った時のゾッと加減なんてやばいんじゃない？周囲への印象付けというか、犯行のカムフラージュのために結婚したとも考えられるんです。何にせよ巻き込まれた奥さんにとってはいい迷惑ですよね、これ。警察の取り調べに対し言い逃れは一切せず、全ての犯行を素直に認めたルイジオ。彼は被害者について次のように供述。初めに殺した売春婦は太っていてロシア語を話していた。8人目は髪が長かった。それ以外のやつはあんまり覚えてない。彼はほとんどの女性に対して記憶が曖昧だったため、殺された14人のうち結局12人は身元がわからないままとなってしまうんです。そしてルイジオが女性たちのことをほぼ覚えていなかったのは、何より彼女たちを軽んじていたからでしょう。裁判においてルイジオは次のように語ってるんです。売春婦は汚らわしい存在です。これ以上男性が被害に遭わないよう殺したまでです。元恋人への憎しみで完全に心を歪ませてしまったルイジオにとって、売春婦殺しはむしろ正義の行い。害虫を殺すのと同じぐらいの感覚で女性を殺害していたルイジオが彼女たちの顔など覚えているはずがなかったんです。事件から半年後の2001年11月7日、14人の女性に対する殺人で有罪となったルイジオに下された判決は死刑。翌年1月31日、死刑は速やかに執行されました。尽くしていた恋人が自分の知らないところで日夜売春をしており、挙句は自分の元を去ってしまった悲劇から殺人刑と変貌していったルイジオ。何人殺そうと消えなか
かったその憎しみは一体どうすれば忘れることができたのでしょうか。あなたは別れた恋人を憎んだことはありますか？もしあったとしたら、その憎しみをどのようにして乗り越えましたか？